RC トーゴドスログです。こんにちは。こんにちは、マット伊坂です。はい。今日伊坂さんもまたネタがあるんですよね。今日はちょっとですね、ガチな内容、緊急告知ということで、このネタ話していきましょうよ。僕の知り合いの女の人でね聞いてないな知り合いの人でね、キノコ料理をするのがすごい好きな女性がいるんですけれども、結構ねいろいろ叩いたりとか縛いたりとかしてね、キノコ虐待かと僕は彼女のことを呼んでますね。だけなんですけども、ちょっといろんなのがいるんですよ。うちはよくエリンギを食べますね。エリンギ大好き。エリンギってちょっとバンデル星人に似てるんで。バンデル星人。いた。違います。これ彼はエジプトのサイババガで呼び出してもらったフェラオなんでで伊坂さんの紹介なんで、あんまりちょっと過激なことはここのぐらいあんまり言えないんですけれども、激しいのはちょっとねサブチャンネルの方でやってるんで、ちゃんとエジプトの第一王朝前のフェラオが出てきますので、そちらの方を見てください。今日は僕の大好きなグラスホッパーのグラスホッパーじゃないですね、これ。グラスホッパーじゃねえのこれ。ホーネットですね。車の説明の方してきたんですけども、これ今回すごいんですよね。ラジコンでドリフトをやろうとした時に何が一番支障になるかっていうと、最近よくお店にも小学生の人とか中学生の人とか来られますよね。来ますね。はい。ただやっぱりラジコンを今からやろう、しかもドリフトをやろうとした時に、何が一番大変かって言ったらお金かかるんですよ。金かかるね。めちゃめちゃお金かかるんですよ。一番廉価版のドリフトシャーシでもやはり2万円近くしてしまうと、それはもう本当シャーシ本体だけじゃないですか。なるほど。そこにタイヤも買ってメカも買って、ボディも買ってっていくと、やっぱり片手じゃ済まないというところで、できるだけこう安く世界中の人がドリフトをできないかっていうので目をつけたのが、タミヤのラジコンの中で何が一番安いって言ったらグラスホッパーなんですよ。でグラスホッパーのちょっとグレードアップしたのがホーネットなんですけどね。ただこれもいくらでしたっけ、6000円。あれこれ僕が買ったやつだったっけ。そうですねこれ店長のですよ税込み6000円台だったと思います。安いね。安いですよね。高台車なんですか。グラスホッパーをベースにちょっとグレードアップしたのがホーネットなんですよ。ちなみに言っておきますけども、僕と伊坂さんは兄弟じゃありません。違うんですか。違います。でも店長とは兄弟なんですよ。違います。違うんです。最近三浦さんの言うことしか聞かないんで僕の言うこと聞かないんで。僕の言うこと聞かないですよ。本当にねお値打ちにできるっていうところでね、このマッド伊坂がそのチャレンジをしてくれたという形になっております。じゃあね、そのね血と涙を注いだこちらのマシーンの方ね見ていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。まずこちらにねエジプトの古墳から出土したまずこの神様ですよね。水の神様なんですけれどもね。なんていう名前だったっけな。ここピールちょっとだけ神様の水を操る神様なんですよね。だからちょっとだいぶ怒ってきちゃったんではい、これはもういいかな。ドリフトのラジコン作る時に何が大切かって言ったらやっぱ切れ角なんですよね。そうですね。切れ角を実現しようと思うといろいろと改良しなきゃいけないと。例えばコンバージョンキットみたいなのも出てますけども、そのコンバージョンキットが、ベースのキットとそんなに値段変わらなかったりとか、高かったりするんで、ここで選んだのがこの、グラスホッパーなんで、グラスホッパーじゃないホーネットなんですけども、見てもらうと、フロントサスペンションがこれストラット式、もともとホーネットストラットなんですけども、それをちょっと改良して、ストラットになってますと。じゃあちょっと見てもらうと分かるんですけど、こういう感じで。はい、ナックルがあってロアームについてますよね、まず。でその上にもう
サスがそのままついてるんで、はいはい、これストラット機構ですね。はい、でこれで伊坂さんちょっと注目の部品がついてるんですけれども。そうですね、まあ、注目の部品というか唯一作った部品っていうのがこれなんですけども、なるほど。これ今世界的にこう躍進中のテクラボール C の三浦さんにまあ作ってもらったんですけども、ここの部分ですね。はい、この部分ですね。この部分はこれもちろんボルトオンでついてます。レジ1本で本体に止まってて、ここにサスがある。このサスもタミヤの標準的などこにでもあるサスペンションですね。でナックルもまあ標準的なブリストのナックルがついてて、ストラットにするこういうのっていうのはもう世界初？そうですね、前回やった時はこう自分でアルミでこう作ったんですけども、なんかちょっとごっついものになっちゃってうまくいかなかったんで、こういう形のものが作りたいなと思ってたんですけども、なかなかその個人の手作業でこういう形で再現できるので、なるほど、はい、で今回その三浦さんに 3D プリンター駆使してもらって作りました。すごいなこれ。そうです。もうアイディア満載のね、伊坂さんがお力になれないかなというところで、はい、3D プリンターで 3D キャドから作らさせていただいたんですけども、ここに見て分かる通り、よいしょ、イサカ。あ、本当だ。はい。イサカって書いてある。はい。なんでもうこれはもうイサカスペシャルとしてですね、商品化したいなと思っています。おお、はい。すげえ。はい。可変とかもあるのかな。可変はここですね。ここ今直についてるんですけども、ここにスペーサーかますことで、キャンバー角は調整できます。すげえ。そうですね。はい。実車と同じですね。実車だとここスライドになってて、このストラップ動かしてキャンバー変えるんですけども、そこをまあこれはスペーサーで左右に動かすことでキャンバー変えれます。すごい。こちらのヘラーもキャンバー調整可能です。あ、はい。行きましょう。何のキャンバーをやってないのに何の話をしてるんですか。サスアームはですね、スクラスとこういう形でついてます。これこれは多分うちに転がってたさくらの D4 用のものを利用してるんですけども、これロアームもさくら D4 ですね。まあこれ使わなくなったやつで、ただこれはもう市販化するときは横も系のやつが使えるように、この辺これ今試作品なんでこうやってアルミ板で作ってるんですけども、これもまあ 3D プリンターで作って、まあボルトオンでこれ3本で止めるだけです。あ、すごいね。自分の好きな何でもいいんですけど GRK でも、ヨコモでもいいんですけど、ロアームつければもうあとはストラットを組める形で。やばいね、なんか話聞いとったらちょっと以前と比べたらワンランクレベルアップしたね。この 3D プリンターそうですね。そうですね。もう話の次元がちょっと上がってるから、結局その自分がこう改造して作って見せるんだけど、じゃあ誰もがそれやれるかって言ったらできないじゃないですか。で、マッドイサカブランド。そういうことですね。いやいや、それは三浦さんのコラボ商品としてね。はい。せっかくね、これだけ人気のある伊坂さんなんで、その名にあやかってそういうスペシャルなパーツがね展開していけたらなと。いやー、すごいね。はい。話が進んだ次第。はい、じゃああとちょっとリアのところ。リアはですね、これこの方式はここだけですね。まあリンクサスになるほど。してます。まあこの長さ変えればコイルベースも多少まあ調整もできるし、動きも良くなるんで、ただノーマルのままでもグラスホッパーはさすがに上下しか動かないんで厳しいんですけども、ホーネットはそこから改良されてロール方向も動くようになってるんで、多分問題なく使うの。これただちょっと面白半分で作っただけなんで。あとですね、ワイパーがやっぱきれい加工を取るためにみんなワイパー苦労すると思うんですよ。で今回どういうふうにやってるかっていうと、これちょっとこの辺はねちょっと秘密にしときます。ちょっとまだ作りがないんで、タミヤのターボホーンのロングのタイプをそのまま使ってるだけです。そんだけ？はい。でこのリンクはダイレクトですか？はい、ダイレクトで。でこのエンドにそのヨコモの曲がってる90度に曲がってるタイプ、これでストローク稼いでるだけで、ゆっくり切りますね。はい。よいしょ。サーボのね、ここのサーボのこの下のとこ注目してもらってね。こっちに来てもらう。はい。反対側。そう。これだと難しい調整もいらないし。いや、ちょっと驚いた。こんだけでいいんだ。そうです。だからみんなこれ穴開けた少し。サーボンが当たる部分は
切ってますけども、なるほどなるほど、柔らかいプラスチックなんで簡単に切ることができるんです。ミニ四駆とかをえ改造できる小学生ならできるレベルです。なるほどこの辺は。なるほど、すごいすごい、いやこれはすげえわ、スーパーのやつがついてますけど、まあどういうのでもいいですよね。あ、そうですね。長ささえある程度稼げれば大丈夫です。すごいね。アルミ使ってますけど、樹脂でも全然問題ないです。いや、すごいと思った今回見て、今回ですね。いや今回もいやただその、話のレベルがちょっと上がったからワンランク、まあ、そうですね。まあ三浦さんと一緒にやってて、今までこう独りよがりの改造で楽しんでたけど、まあもっと広げていくのに、なるほど、まあ誰もが手に手を出せる状態にしたいっていうのはやっぱりそうですね。味わっていただける。作ってあげないと。素晴らしい素晴らしいね。今後もねこういう、発展をねさせてくれるマッドイサカだと思いますのでね、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、キムタクだ。ちょっと待ってよ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 あ、ヤギやってヤギちょっと振り切ってヤギやってヤギ。